こんにちは、かなです。今日はフレーズで覚える日本語、電話の書き方をやります。友達や親しい人、仲のいい人にかけるときの電話の仕方。友達や親しい人にかけるときは、このスマートフォンにかけると思います。相手が出たら必ず相手の名前を確認しましょう。違う人と話をしているかもしれません。かけた相手が合ってるかどうかを確認しましょう。山田さんですかと確認してください。それからその後は自分の名前を言いましょう。相手は突然取ったので誰からかかってきたのかわからないかもしれません。なので自分の名前を伝えてください。ジャクソンですが、自分の名前を伝えたら今電話で話ができるかどうかを確認してください。ジャクソンですが、今お電話大丈夫ですか？今お電話大丈夫ですか？と確認してください。その後は必ず話ができるかを確認してください。今使ったのは、今電話大丈夫ですか？という表現。これの他に言い方があります。例えば、今話せますか？話ができますかという意味です。今話せますか？その他には、今いいですか？今いいですか？という言い方があります。もし電話をかけて、今いいですか？と言って、今ちょっと手が離せないとか、今地下にいるから話ができないんです。電車に乗るから話ができないんです。という場合があります。そういう時は、また後でかけ直します。と言って切ってください。また後でかけ直します。また後でかけ直します。その他には、後で連絡しますという言い方があります。同じ年ぐらいの友達にかけるときは、もう少しラフな言い方で、また連絡するよとか、後で連絡するね、後でかけるねというラフな言い方を使っても大丈夫です。相手の家にかけるとき、家の電話、スマートフォンではなくて、相手の家に電話をかけるとき、まず、名前を聞きます。例えば、まやさんのお家に電話します。山田さんのお宅ですか？山田さんのお宅ですか？と聞いてください。家の電話にかけているときは、お宅ですか？を使います。スマートフォンにかけるときは、直接、誰々さんですか？と聞きます。家にかけるときは、〇〇さんのお宅ですか？お宅ですか？と聞いてください。で、自分の名前を言います。ジャクソンですが、まやさんはいらっしゃいますか？まやさんはいらっしゃいますか？名前のところが、〇〇さんのお宅ですか？と名前を聞いて確認します。はい、そうですよ。と言われたら、自分の名前を言います。誰と話したいのか、家の中の誰と話したいのかを、〇〇さんはいらっしゃいますか？今、
私はマヤさんの家にかけたので、マヤさんはいらっしゃいますかと聞きました。いらっしゃいますかと確認してください。もう少し丁寧な言い方があります。ご在宅ですかという言い方があります。これは自分よりも年上の人、自分よりも年上の友達とか、会社の上司のお家にかけたときは、ご在宅ですかご在宅ですかを使ってください。まやさんが留守でした。まだ帰ってきてないそうです。その時は、そうですか。わかりました。失礼いたします。と切ってください。留守の時は、わかりました。失礼いたします。で切ってください。では、どこかの会社にかける時の方法もやっておきましょう。会社にかけた時は、会社の人が電話を取ったら、はい、〇〇会社です。と、必ず会社の名前を言ってくれます。なので、最初に、何々会社ですかという確認はしなくても大丈夫です。自分の名前を言います。ジャクソンと申しますが、山田さんはいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？ここは名前です。申しますがというのは、何々と言いますの丁寧な言葉です。自分の会社ではなくて、よその会社にかけるので、丁寧な言葉で表現します。例えば、ジャクソンと申しますが、山田さんはいらっしゃいますかと聞いてください。例えば、山田さんはいませんでした。いませんでした。会社から外に出てて、いませんでした。山田はただいま席を外しております。とか、山田は今外出中です。と言われたら、何時頃戻られますかと聞いてみましょう。何時戻られますか？いないとき。いたら、そのまま電話を代わってくれるので、話をすることができます。相手がいなければ、何時頃戻られますかと聞いてみてください。日本の会社では、必ず出るときに、何時頃戻りますというスケジュールを立てて行動するのが普通です。なので、電話を取った会社の人は、山田さんが何時に帰ってくるのかというのを知っているはずです。何時頃戻られますかと聞いて、電話を取った会社の人は、4時ぐらいに戻る予定です。と教えてくれると思います。4時ぐらいには戻る予定です。とか、4時に戻る予定です。と教えてくれます。そしたら、その時間、4時ぐらいに、4時過ぎた頃にもう一度かけ直す。が、4時ぐらいに帰ってきたら、かけ直してもらうか、山田さんからかけ直してもらうかを選択して相手の人に伝えてください。自分がかけ直すんであれば、わかりました。じゃあそのくらいにかけ直します。そのくらいというのは4時ぐらい。かけ直します。かけ直しますというのは自分からかけますよという意味です。その他に向こうからかけてほしいときは、戻り次第お電話をいただきたいんですが、伝えてください。これは一つ目。二つ目のチョイスとしては、戻り次第。戻り次第お電話いただきたいんですが、そしたら会社の人は電話番号を聞いてくるので、自分の電話番号を伝えてください。たとえ山田さんが私の電話番号を知っているとしても、会社の人は必ず電話番号を聞いてきます。ここまでは友達だったり、仲のいい人、親しい人、誰かの会社に電話する方法をやりました。今度はあなたが勤めている会社、あなたが働いている会社に電話するときの方法をやっておきます。例えば、遅刻しそうなとき、いつも乗っている電車が止まってしまって遅刻しそうなとき、そんなときは必ず会社に電話を入れてください。電話をするときは、できるだけ仕事が始まる前の時間、10分前、
には電話を入れてください。9時から仕事が始まるのに、9時を過ぎてから電話をするのは良くないです。どうしても電話がかけられない時の場合は大丈夫です。会社の方で会社の人は、はい、〇〇会社です。と言ってくれます。まず、おはようございますから。おはようございます。ジャクソンですが。そして、自分が遅れることを伝えなければならないのは、すぐ上の上司。会社によって違うんですが、そこのリーダーだったり、日本の会社では課長に自分が遅れることを伝えなければなりません。なので、電話を取った人に、おはようございます。ジャクソンですが、山本課長はいらっしゃいますかと聞いてください。まず、おはようございます。お名前、ここです。自分のすぐ上の上司に連絡をしてください。そしたら、電話を取った人は、少々お待ちくださいと言って変わってくれます。課長に変わったら、もう一度自分の名前とおはようございますの挨拶をしましょう。おはようございます。ジャクソンですが。もしくは、ジャクソンですが、おはようございます。と言ってください。その上で、なぜ遅れるのかを説明してください。電車が事故で止まっていて遅れると思います。その他には、何分ぐらい遅れがあるのか、アナウンスで分かっていれば、10分とか15分ぐらい遅れると思います。と、時間を入れて伝えてください。そしたら課長は、分かりました。とか、そうですか。と返事をくれるので、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。と伝えてください。と言われたら、自分は、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。と伝えます。電車が事故で止まってしまったのは、あなたのせいではないのですが、10分とか15分遅れるという仕事のロスができるので、そのことについては申し訳ありませんが、とよろしくお願いします。そのロスを埋める人が必要になるかもしれない。そして電話を切るときには、失礼します。と言って電話を切ってください。そして、あなたが会社に着いたら、課長に、おはようございます。遅れてすみませんでした。と伝えてください。これは必ず伝えてください。そのあなたが遅れた分、穴埋めをした人や何かの予定をずらした人、いろんな人に影響があります。なので、必ず遅れてすみませんでした。と伝えてください。これは遅刻するときの話ですが、朝起きたら熱があって、仕事に行けそうにない、体調が悪いとき、休みの電話をしたいときは、それも必ず誰かが職場に来る時間帯に電話をして、仕事が始まってからではなくて、誰かが出勤してくる時間帯、10分前であれば、大体誰かが出勤してます。なので、その時間帯に電話しましょう。そして自分が起きたら熱があって仕事ができそうにないのでお休みをさせてくださいと伝えてください。例えば、おはようございます。今日起きたら熱があって仕事をお休みさせていただきたいのですが、と連絡してください。そしたら課長は、わかりました。ゆっくり休んでください。とか、お大事に言ってくれるので、ありがとうございます。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。と伝えてください。次の日会社に行ったら、必ず課長に、昨日はお休みいただいてありがとうございます。と伝えてください。昨日はお休みをいただいてありがとうございます。お休みをいただいてありがとうございます。と伝えてください。体調はもう大丈夫とか、もう熱は下がったのと聞いてくれます。なので、おかげさまで良くなりました。と状態を伝えてください。今日はいろんな人に電話をかける方法をやりました。電話をかけるときは少し緊張します。なので、一度練習してから電話をかけるか、自分が言いたいことを紙に書いてから電話をかけるかをすると緊張しないで電話ができると思います。今日はここまで。またね。